どうもこんにちは。今日は大阪の TWTG にお邪魔してます。石見さんです。石見です。よろしくお願いします。石見さんはですね、去年のワールドチャンピオンシップのローファーを磨いていただきまして、その前にもちょっとお付き合いさせていただいたんですが、その後に受注会もここでやらせていただいたお世話になってます。ありがとうございます。いや、こちらこそお世話になっております。今回の動画はですね、ワールドチャンピオンシップ2025ですね、シューメイキングの2025、今年も僕出品することに決めまして、靴をもう制作しました。で、去年は靴を送って石見さんに磨いていただいたんですが、今年は大阪まで来てこの場で磨いていただこうと思います。こちらに持ってきましたので、よろしくお願いします。ありがとうございます。もうピカピカに、まだ石見さん見てないんですけどね、もうピカピカのチャンピオン磨きをお願いします。今年のテーマダブルモンクなんで、茶色の、ダークブラウンのボックスカーフを使ったダブルモンクというカードです。それはちょっと実は伺っております。今年も優勝狙いで、バチバチに作りましたので、すいません、ピカピカにお願いします。で、糸が革がダークブラウンのボックスカーフ、それはですねゾンタの、ボックスカーフで、糸がちょっとバーガンディっぽい感じなので、えぐいですね。ありがとうございます。すごい。このバックルとかも、バックルは、既製のやつを良さげなやつを見つけて自分で削ってこの形にしてでメッキをかけてます。そうなんですね。これステッチどうなってるんですか？ここ手縫い。これ手縫いですか？手縫いです。ですよね。ここのバックルの部分のステッチとこのバンプのステッチが違うやり方でやってて、でこっちのバンプの方のステッチは革の段差を隠すようなステッチになってるんですよね。これ分かります？ここ革継ぎ目あるんですけど、分かんないです。ちょっとどうなってんの？編み込みみたいな感じにしてステッチの幅が出るんですよ。こういってこういってる巻いてるみたいな感じのイメージですか？でこっちがあれですかね、手縫いでチェーンステッチみたいにしてる感じですか？ダブルステッチにして、ミシンで手回しでダブルステッチにして、そこに糸をジグザグに絡めていくみたいなチェーンではないんですね。すごいですね。ウエストもめちゃくちゃめっちゃ薄く作ってますね。でこのソールがダブルソールになってて、でウエストのトリプルダブルなんですね。えぐいですねこれ。そうなんですよ。見た目ベルトをめちゃくちゃ細かくやってみるっていう、そういうコンセプト。こんなんそういうコンセプト。こっちも40にして40ですよね。もうこのラストも見てください皆さん。この落ち方この落ち方見てください。これ今回レギュレーションではないんですけど、なんか主催のブログにスクエアトーンを見たいなみたいなこと書いてあったんで、結構がっつりスクエアにしてみました。あと後ろのこの丸み、結構えぐめに丸ってますね。あえてちょっとフィドルにはしなかったです。でここも立たしてて、ここだけえぐってるんですね。そうなんですよ。すごいな。でここをちょっとお尻つぼんでで打ち込んでるんですね。すごい。去年が結構靴作りの枠から外れてたんで、今回はクラシックめに行ってみました。本当ですか？外れてないと思いますけど。なんかウエストがないとか、飛び技というかやってたんで、今回はハンドソーンのクラシックな中でなんかいろいろやる。すごい。お願いします。なのでバーガンディの糸をこう茶色に染まりきらないぐらいに、バーガンディだなっていうのが分かるぐらいにしたいってことですか？色が多少濃くなる分には問題ないんですけど。そうしました。そうか。ちょっと色入れたいってことですか？逆に言うと。多分今このカサカサしてるから白っぽくちょっと見えるじゃないですか。だからクリーム入ればもっとこう締まるのかもしれないんですけど。そうしました。なんか仕上げとかされました？してないです。してないですか？何もしてない。したぐらいですね。かしこまりました。これバックル外さない方がいいですか？ですね、外しても大丈夫です。大丈夫ですか？ツリーは抜いても大丈夫です。そのまま抜けます。
スムーズに抜けますね。これも抜ける抜けない問題とかあるみたいですもんね。そう抜けなかったら減点されるんですよね。あ、そうなんですか。抜けないと減点されるらしいです。はい。まあ審査はあれですよね。ツリーが入らないからツリー抜いた状態で審査するんですよね。あ、そうですね。抜けないと減点なんです。減点らしいです。それであったらしいです実際に。あ、そうなんです。はい。へえ。あと中敷き入れるって感じそう、ですか。中敷きを今またすごいの。構想中です。へえ。これは使命感すごいな。じゃ磨きたくないですもんね。すいません。しかも、預かりじゃなくてその場でいやお願いしちゃって。そうですね。ちょっといいですか。はい、大丈夫です。やっぱ糸が中までやっぱ綺麗に通ってるんで、均一にしたいですからちょっと取りたいですよね。ああ、なるほど。なんかバックルのとこシワ入りやすいとかないですか。大丈夫。まあ入りやすいですけど大丈夫です。もう、そこは何度か付け外しはしてるんで。あ、はいはい。すごい。内側なんですかこれ。へえ。ライニング遊んでいました。すごいですよこれ。裏と表でこうわかります。レース編みみたいな、はい、そんな雰囲気。こんなん見たことない。やってんの見たことあります？第1回の大会のパトリック・フライが似たようなことをやってました。ちょっと形違うんですけど。そっからちょっと着想して。そうですね。すごい。はい。ツリーちょっと戻してじゃあ。大丈夫です。はい。それで磨かせていただきます。はい、すごいな。なんか普通にこう磨いててありえない角度ですもんね。ブラシの入る角度がえぐり具合がこんなとこ行かないんで。確かにすごい怖いです。一旦ちょっとクリーナーかけていいですか。はい、そういうことですね。わかりました。言ってることが。何が分かったんですか。いや、クリームちょっと入るとやっぱ少し濃くなりそうだなっていう。糸がですね。乾燥してる感じっていうのはなくなりそうなんで。また去年とは違ってすごいですね。やっぱりアイデアとかもこれね普通にやってたらこうはならないんですよね。多分そうなんですか。だと思いますよ。本当にこういう風には作れないと思いますけどね。連覇を目指してるんで、それって大会史上初じゃないですか。だからバレたくないなと思って審査の時に。いやです去年優勝者だなって、はい、結構やりたいことやりつつもあんまりバレないようにしたいなと思って作りましたね。なのでちょっと違う感じというか、そうですね、はい、バレそうですけどね。なんかでも分かれへんかな。僕の作ってる靴って割と去年のチャンピオンシップの靴も、多分誰が作ったか分かんなかったと思うんですよ最初。そうですね。僕普段作ってる靴って結構カジュアルめな靴が多いし、確かに。だからそういう感じでまだ誰が作ったか分かんないぐらいでいけるかな。漆系とかは今回はやらないってことですね。それもすごくクラシックなタイプで作りました。確かに。そうか。じゃあ漆とかもやったら一発で絶対バレます。ミスター菱沼オーマイガー言われますもんね。多分ですよね。だからそれがちゃんと審査してくれれば別にいいんですけど、はい、結構なんかスキージャンプの大会とかって、はい、日本人がすごく連続して優勝したらレギュレーション変わったみたいなですよね。ありますよね。そういうの。だからないとは言えないんでなるべくバレない方がいいかな。そういうことか。そのビニールの上で調合すいません。こんなもんの上でちょっと調合してすいません。結構濃いんで、
はい。なので少し、あと赤も強いんで、赤も入れます。真っ赤があるんですよ。オリジナルで赤色も実はあって。オンラインショップにありました？ないです。ないです。業務用でそうなんです、ね、赤とか作ってるんですよ。いろいろ青とか作ってて、三原色で混ぜてある程度色作れるようにしてます。で、そうなんですよ。多分普段磨く靴の中で、そうやって調合してクリームを作る靴の割合ってどれぐらいなんですか？もうほとんどないです。ないんですね。ほとんどないです。でもこんなもんじゃないですかね。確かに。パッと一発でですね、色合わせが。前後は合うのでこれぐらいでいいと思います。で、ちょっと入れていきますね。入れますよ、ここも。はい、こんな大役をね、もうほんまに。でもやっぱり大会で磨かないっていうかピカピカにしないで出品してる出品者もいるんですよね。はい。なんで磨かないんだろう。全然もう見え方変わります。はい、石井さんの磨きなんかも全然違うんで。本当ですか。はい、もっと言ってください。もう全然違います。そのまんまもっと言ってくれるんですね。ランク3、いや10ぐらい違うんじゃないですか。本当ですか。はい、嬉しいですね。いやちょっともうあと僕お客様で菱沼さんのところで今ビスフォーク作られてる方が、マジでそのフィッティングでびっくりしてましたよ。本当ですか。誰かわかると思うんですけど、もうびっくりされてました。それは嬉しいですね。めっちゃ良かったって。結構玄人の方ですもんね。めちゃくちゃ玄人の方なので、僕もそれ聞いて、いいなと思っていいなと思いました。作ってほしいなと思いました。ちょっと糸は怖いんで、ニュートラル入れさせてもらいます。はい、お願いします。やっぱりこのバンプあたりとかも自然なこうツヤ感出したいので、ちょっと多めに。あとやっぱりロンドンまで送らなきゃいけないんで、その間の、向こうについて光沢なかったら意味ないじゃないですか。そうですね。そういった耐久性とか長持ちのところも結構重要なので、石井さんそこかなり自信持ってらっしゃいますよね。自信持ってます。ですよね。はい。それは多分負けないと思います。誰にも負けないとこだと思います。実際僕も磨いていただいてそれは感じているところなので。嬉しいです。そう曇りにくいとはすごく言われますね。行きましょうか。ここからブラシかけると皆さん変わりますから、この白っぽいのとか。結構全体がマットな感じになってますね。いきます。こういうとこね、こういうのが大事ですよね。どこですか？いや、こう削るっていう本当に一手間なんですけど、こういうの効いてきますよね。そうなんですよね。結局物が小さいんで細部の積み重ねでしか違いが出てこない、ですよね。あら、なんか違うぞって、見たことないの使ってるぞってなりますからね。それも最初バックルを、既製のなんかいいのを見つけて使おうかなと思ってたんですけど、実
実際こうデザインしっかり考え出したらやっぱりちょっと自分で作らないといけないなってなったんですよね。そうですよね。それをやっぱりね実行して作れちゃうんで。菱沼さんはもう大阪あれですもんね、働いてたんですもんね、大阪でね。そうですね。何年前、6年、7年前ぐらい大阪にいましたね。まさかだってみんな思ってると思いますけどね、本当。よいしょ。実は馴染み深い大阪。そうですね。はい。新入社員の頃だったんで、ね、結構なんか思い出しますね。青春感を。青春感。少し。大阪ね、大阪はでもちょこちょこ来られてますもんね、最近は。そうですね。年に3、4回ぐらいは、ですよね。こう自然な光沢が出たと思います。そうですね。いい感じです。で、ワックス入れていきましょうか。お願いします。白と茶色と使います。白も使う。白っていうかまあニュートラル。ニュートラルもちょっと使いますね。ただ茶色も同色の茶色を目で目視して同じぐらいの茶色入れちゃうと、中で、濃い薄いができちゃうんですね。なので茶色磨くときはミディアムブラウン程度のに抑えて磨くっていうのがまず一つポイントなんですよ。すごく透明感が出てムラのない輝きになります。紺とか磨くときにサフィールの紺とかではなくてグレーで磨くっていうのと一緒ですね。少し薄い革の色よりは薄いのを使っといた方がいい。の方がいいですね。の方が革の雰囲気とか全然崩さずに綺麗に磨けます。やってる中でちょっと気をつけてるのはステッチが非常に個性的なステッチなので、ここにワックスがこう詰まったりとかするといけないんで、一応避けてます、こうやりながら。逆にニュートラルだけを使うとどうなるんですか？ニュートラルだけを使うと透明感出るんですけど少し白っぽくなります。やっぱり塊で見てこれだけ白いので、それはありますね。でこっちは新品で使ってきて減ってきたものです。こっちは使ってる中でかなり減ってきた3つぐらいのニュートラルワックスを僕が混ぜてます。なので少し硬いんですよ。でワックスの食いつきがいいのでちょっと使ってます。でただその硬いだけのワックスを使って鏡面かけようとすると水分で反発させないと伸びなくてダマになっちゃうので、そうするとあまり持ちが良くなくなるんですよね。水がたくさん先に入っちゃうんで、浅い層で入ったものが抜けていく時に白っぽくなっちゃうんですよね。なのでそうしないためにこっちをこの柔らかいワックスっていうのを中心にで少し硬いのを入れながら調整をかけるっていう磨き方ですね。それはやっぱ触りながらどれぐらい入れていくっていうのは感覚で。そうですね、感覚ですね。でいつもここまで定着したらこういう状態になるっていうのが分かってるので、その状態になるまで塗るっていうことですね。撫でる感じなんですか？押し込む感じなんですか？押し込んでます。こねるっていうんですかね。上に乗ったワックス追加するっていうよりはその上でこういくっていうよりはこう1回目に乗せたものにこう指をすごく深く入れて混ぜてこう膨らましてる感じですね。膨らます全体を厚くするみたいな。そうです。ちょっとずつ足して、はいはい、でたくさんに一気に足すとなんか砂場の砂イメージしたみたいにこう圧力をかけると片方によって平らになっちゃうので、少しずつをこうなじましていく、そうするとすごく均一にこの厚みだけ増やしていけるので、重なるんじゃなく、でそうやって磨くとあまり水も必要ないですし仕上げる時に水分も必要なくでかつ透明度がすごく高くなるので重なってるんじゃなく1枚が薄いので、光の反射の仕方も全然違います。でやっぱりこうワックスをこう塗り伸ばす時に平面的にこう塗るのと
円を描きながら塗るのって使い分けてるんですけど、あやっぱり平面的に塗るより触れてる回数が多い方が揮発するスピードが速くなります。じゃあするスピードを速くするのを調整してるんですか？調整してます。光らしたいところはこういうふうに磨いてますね。こういうふうに。で食いつきのスピードが変わってくるんで、それで自然にこうグラデーションになるんで、なんかいろいろやってます。あとはまあ指のこっち側だけ使うとか、ここだけ使うとか、ここまで使うとかやってます。なのでね、靴的にもなんかこういう風に光らせたいんで、はい、ここめちゃくちゃ強烈に光ってて、グラデーションきれいにかかってて、こっちにもグラデーションでこういう風にやっていきたいので、今めっちゃ意識してのしていってます。バランスを整えながら。新品の靴とはい、履いた後の靴ってどっちが磨きやすいですか？入った靴じゃないですかね。そうなんですね。一度も磨いてない履いた靴でもそっちの方が磨きやすいですか？一緒ですね。はい、磨いた靴か磨いてない靴かで言ったら磨いた靴の方が磨きやすいっていう、なので履いてないじゃないかもしれないです。はい、やっぱり汚れ落とししてでクリーム入れてワックス塗ってでまた落としてって繰り返していくと、革の目がどんどんその潰れてくるので、やっぱ磨きやすくなりますよね。こうやってるとなんか結構いっぱい塗るんですねって言われることがあるんですけど、1回あたりこれついてない状態ですね。でこれついてる状態です。ちょっと光沢が出てるぐらいな、本当にちょっとしかつけないです。でこのちょっとを量が足りるぐらい回数で乗せていくっていうやり方をするとすごく持ちが良くなるので、真似してみてください。めっちゃ疲れると思います。スポーツとかでメッツ計算ってあってですね、1日のこの運動量がどれぐらいカロリー消費するかって分かるんですけど、この前靴磨きこの1日立ちっぱなしで7時間以上ずっとこのスピードでこの腕を動かしながらやるんで、どれぐらいかなと思って調べたんですよ。そしたら、時速10キロで 19.1 キロ走るのと1日の運動量が一緒だったんで、相当ですね。結構ハードです。それで眼鏡も曇ってきます。だからかみたいな感じですよね。結構そうなんですよ。靴磨き思ってる以上にハードです。そうですね。あと全部の工程が、うちに限ってはなんですけど同じ動きなんですね。ブラシをこうかけるとき、こっちのブラシかけるとき、汚れ落としするとき、もう全部同じ動きなんで、こうでワックスのせるときも基本的には同じなんですよ。動きの幅っていうのが。なので同じ動きをずっとし続けるんで。それはあれですか、なんかいつでも安定してできるようにみたいな。そうですね。あと無駄がなく、あとは再現性ですね。人に教えるっていうことをすごいしてたので、おっしゃる通りです。だからいつでも同じクオリティを出せるように、で誰がやっても一緒になるようにっていうのを考えてやった結果、同じフォームで全部できるっていう風な磨き方になってます。誰がやっても石見さんのようにはならないですよね、磨きは。ねえ、それ不思議なんですよね。でも近くはなりますよ、やっぱり。やっぱりかなり範囲が狭いので、ここ乗せやすいんですけど、ここがすごいやっぱ食いつきがワックスを食いつかせるのは難しいです。範囲が狭いっていうのは切り立ってる壁の下ってことですか？そうですね。ここの範囲がちっちゃいんで。
少しワックスが浮くことがあるんですよ。はい、白っぽく仕上げた時に見える場合があるので、こうキワキワのところだけダークブラウンとか入れるとより引き締まった感じになりますね。ちょっとだけ入れます。キワキワのところは食いつきをさせにくいからってことなんですか？どちらかというと本当に微細なシワが出やすいですよね。なのでそれを完全に消すっていう。それも練ったっていうか、そうですね。はい。チョコみたいになってますね。そうなんですよ。よかったら。いいんですか？はい。すごい美味しいですよ。なんか絵の具とかでも食べれるとか言いますもんね。そうなんですか？らしいですよ。甘くてパンに塗って食べれるって聞きましたけど。調べてみてください皆さん。わかりました。はい。ここにちょっとだけホコリ入っちゃってますね。ちょっと後で取ってからまたやります。それ僕磨いてても結構悩みどころなんですけど、はい、ホコリが入ってしまう。はい。それって後で取ってどうにかできるものですか？できる場合できない場合があるんですけど、これはできますね。なるほど。そうやって今みたいにちょっとこう爪でやるとそこの部分だけワックス塗ってたのが取れるじゃないですか。はい。それを均等に仕上げるのが元に戻すのが難しいですよね。そうですね。それも多分磨き方の種類によるかなと思いますね。ですね。よいしょ。かなりもういい感じですね。あとはちょっとこのウエスト部分とかも違和感出ないように仕上げたいんで、ちょっと限界まで攻めてやっていきます。よいしょ。取れました。ということです。はい。確かにもうすでに奥で光ってますね。はい。でもこれぐらいやらないと多分耐えないと思いますね。指でこすっても曇らないように磨かないといけないんで。水で反発させる磨き方だとどうしてもやっぱり曇っちゃいますね。ちょっと磨きましょうか。で水でちょっとワックスを取ります。ちょっとですね。ちょっと取ります。つま先じゃなくこう磨いていきますね。こうあんまり水使わずに、そうですね。ほぼつけてないですね。つけずに仕上げていくとすごい持ちが良くて透明度の高い鏡面になります。後ろはなんかこういう感じでやっていってます。気持ちよさそうですね。気持ちよさそうですか？そこまでこうガッと光沢が出していったら。でこのやっぱり水を本当に使わずにやるっていうのがポイントですね。
まあ、あとは研ぎ澄ましていくだけですね。あんまりこういう磨き方する人少ないと思います。多分水をあまり使わないでっていうことですか。もうちょっと多分こうつけながら反発させて、でもう少し多分仕上げも硬いワックス使われる方だと思うので、いいですよね。ここがいいですね。この感じ。そのまずの立体感がそうですね。すごく強調されてます。なんかめっちゃ熱くなってきました。それは今何キロぐらい走った？今3ぐらいですかね。多分もうできますね。出来上がりそうです。早いですね。いい感じですね。かなり。でも思ってる以上にここにワックスもうちょっと乗せたいんで、サイドの部分はいですね。。あとちょっとバンプもツリー抜いた時に支障が出ない程度に乗せていきます。最後やっぱ気使いますね。めっちゃ気使いますね。普通もっと早いです。あ、そう、もっと早いですか？もっと早いです。めっちゃ緊張感持ってやってます。楽しくやらせてもらってます。ありがとうございます。いや本当に嬉しいですね。この持ってきてくださるっていうのがね、わざわざ遠いとこから大会用なんでね、ちょっと普段はやらないようなことやりましょう。普段はそのバンプあたりはほぼワックスは乗せないですか？乗せないですね。やっぱ乗せると雰囲気ちょっとギラッと強い光になって、はい。よいしょ。なんかあれですね、ロングバンプの下にこういう光沢がじわっとこう集まってるのがなんか最高にいいですね。最高にいいですか？すごくこのロングバンプの曲線のラインって結構いつも考えるポイントというか、はい、すごく気にしてるんですけど、なんかそれがすごく映えるというか、映えですか？はい、映えです。映えシャイン。糸も締まりましたね、色が。うんですね。巨額感が、はい。で結構いろんな方の靴磨くので、やっぱり大会出す人の、はい、大会ってワールドチャンピオンシップロンドンでシューメイキングの、はい、別の方のも磨きますし、はい、今まで東京でお店やってた時もお持ち込みいただいたことありましたね。はい。新沼さんはでもやっぱりなんかちゃんと考えて作る人なんですね。勝つために作る、はい、ね、ちゃんと特にこの靴はですね、どうやったらいいかっていうことをね、ちゃんと真剣に考えて作ってはんねんなっていうの分かります。見て一応言ってももう既成靴ビスポークもう何万足も一応見てるんで、靴も作るっていうのもやったことでより解像度も上がってるんで、本当にすごいものだっていうのはすぐ分かりますね。嬉しいですね。はい。全然もう審査も何もしませんけどする人も同じようにね。そうですね。まあ誰が見てもすごいって思えるものだったら、だと思います。世界一ですもんね。なれると思います。このウェルトとかもやってる人は今までにはいるんですか？二段ウェルトは結局5つ目の人はいますね。
ですよね。すごくゴツゴツのダブルソール感がすごくあって、ドレスっぽくないのはありますね。ありますよね。そうそんな気がします。僕も今回本当に普通に作ろうかなとも思ったんですけど、勝つためには何か欲しいっていうのと、やっぱり見たことないやつもやってみたいっていう。いやー、どぎも抜かれるんちゃいます、ほんまに。どひゃーって言って、これまた作ってって言われたらどうします？いや、本当それなんですよね。困っちゃう。ライニングのさっきのやつなんてすごい言われそうじゃないですか。はい、それ同じなんかそのシューズやってよみたいなありそうじゃないですか。実際あるんですよ。去年のチャンピオンから何足か。本当ですか。こんな感じで作ってくれって。いや、それ言われますよ。その世界一なんて。いいんですけど、そのためでもあるんで。やっぱそうしてほしいですもんね、お客様。よっしゃ、いけそうです。もうちょっとゴールします。頑張ってください。はい。清水さん、出し縫いSPI 何までやりました？全然やってないです。もうそんなレベルでやってないです。10ぐらいやってました。12ぐらいですかね。はい。12ってすごい細かく感じるじゃないですか。はい。僕も普段ビスポーク12なんでやってるんですけど、これ上14なんですよ。なんか下20なんですよ。下が細かすぎて14がむしろ粗く見える。粗く見えません？粗く見えますね。あら？これ10ちゃうのこれみたいな。そうです。これやってみてちょっと面白い。すごいですね。20ですかこれ？下20。これ皆さんそれ20とかわかんのかな？多分コアな人はわかる。わかります。出し縫いの糸の間隔が1インチ 2.5 センチの中に20針縫ってる、つまり1ミリちょいの一針の目で縫ってるっていう。いやいや、もう映画のチケットとかの世界ですよ。ビリビリの。そうですね。切り取り線ですね。切り取り線の世界ですよ。そう。多分そのミシンのステッチよりも細かいか同じぐらいだと思いますね。結構アッパーのミシンも細かく縫ってるんですよ。えぐいですよ。またなんか日本人の方とかも出されるんですかね。どうなんですかね。なんか前のねチャンピオンになった方とかもいらっしゃいますかね。多分大会としては結構参加者が少なくなってきていることを危惧して。そうですか。靴磨きの方は新田さんとあとボストン&リオールズ、日本人対決があるみたいで日本人対決かって感じですね。3人なんで決勝。そうですね。3分の2日本人かよみたいな感じなんで、それがどっちがなるでしょうね、間違いなく。そうですよね。結構お客さんもずっと無言でじーっと見つめちゃう人多いんじゃないですか。いらっしゃいますね。もう一周回って、でも靴がめっちゃ磨くのを見たいっていう方より、靴磨きが好きっていう方より経営者の方とかすごく増えたので、長くやってるうちに、なので一回見てみたいっていう方が多いかもしれないですね。対面でその靴磨きを見たいっていうよりは一回見てみたいみたいな方の方が多くなった気がします。よいしょ。いかがでしょうか。できました。すごい素晴らしいです。ありがとうございます。どうですか。どうでしょう。すごいです。美しい。これでどうでしょうか。これは取りましたね。取りましたね。取りました。すごい。
これ保っていけたらいいんですけどね。すごいなやっぱりこう見ると。でも菱沼さん作ったって分かりますよ。本当ですか？やっぱりどこでわかります？このカーブとかですね。はい、トップラインのカーブですか？ここのカーブとかの このカーブの感じとかで分かります。僕はですけどね。作り手の人って審査の方っていらっしゃいましたっけ？何人かいらっしゃいますかね。まあでも確かに分かる人は分かる。分かる人は分かるですね。でもそんな2連覇だからちょっと下げとこうかななんてないと思うし、そうですね。そんなのも関係ないぐらい圧倒的であれば勝てるはずなんで。すごい。ありがとうございます。圧倒的な磨きを。いやとんでもないです。もうそんなちょっと一助できれば。ありがとうございます。ということで今日は TWTG ザ・レーシングス号の石見さんにチャンピオンシップ2025の靴磨いていただきました。この後、引足がまだできてないんで作ってロンドンに送ります。世界一になるはずです。ありがとうございます。ありがとうございます。またトランクショーをさせていただきますので、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。